こんにちは、逆ヨガです。今回はこちらの日本刀を作ってみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせることで長い工作用紙を作ります。貼り合わせが終わりました。貼り合わせたものから刃を切り出します。刃の型紙を使って刃の形をマーキングして、その形にカッターナイフで切り出します。切り出しが終わりました。工作用紙は100均やホームセンターで買えます。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形用の柔らかいボード素材です。アニメイト、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。感触的にはお風呂のマットのようなものです。型紙を使ってその形に切り抜いていきます。型紙は僕のサイトからダウンロードできます。一通り切り抜きが終わりました。材料として使うボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用できます。動画の説明欄でこういった代用できるボードやその販売店をいろいろと紹介してますので、そちらもご覧ください。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑とかに埋まってる緑のやつですね。この後曲げるので少しでも曲げやすくするために、まずはカッターナイフで皮を剥いてしまいます。そして刃の反りに合わせて剥いたものを曲げます。型紙を参考にしつつ曲げていきます。このように曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンというのは樹脂の棒を熱で溶かしてこのように接着とかに使う道具ですね。ホームセンターとか100均とかで売ってます。この先もね、いろいろ使えますので、ぜひ持ってない方はご購入ください。刃の峰の部分の隙間にグルーガンを盛り付けて埋めていきます。そのままだとボコボコになっているので、グルーガンの先端で撫でて平らにします。刃先をボンド G17 という接着剤で接着します。このように工作用紙の切れ端を使って貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターとか100均とかでも売っている接着剤となります。貼り合わせていきます。刃先を補強するために刃先に瞬間接着剤を塗り染み込ませていき補強します。 COS ボードから切り出した細かなパーツを瞬間接着剤で接着していきます。つばの部分を作っているところですね。縁のパーツをこのように瞬間接着剤で貼り合わせていきます。つばの内側に刃を通すための穴を切り抜いて開けているところです。開けた穴に刃のパーツを通して瞬間接着剤でそれぞれのパーツを接着します。柄を作ります。持ち手の部分のことですね、使っているのは。接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、これは瞬間接着剤の硬化スプレーですね。これを使って接着します。この硬化スプレーというのを使うと接着が早くなるので、とても作業が楽になります。ホームセンターの接着剤売り場で売ってます。ちなみにボンド G17 でも接着ができますので、お好みのもので接着してください。柄と刃を接着します。柄の端の方にグルーガンを大量に盛り付けて接着します。柄の上端、下端に細かなパーツを接着していきます。瞬間接着剤で接着していきます。グルーガンを使って模様を描きます。グルーガンをこのようにランダムにうねうねと盛り付けることで、それらしい模様に仕上がっていきます。というわけで、組み立て作業が完了しました。次は塗装となります。まずは造形ベースというものを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形用の塗装下地となります。COS ボードとセットで販売されていることが多いです。これを塗ることで塗料ののりが非常に良くなります。
木工用ボンドとかジェッソといったものでも代用が効きますので、手に入らないという方はそういうものを代わりに塗ってみてください。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーということで全体を一通り真っ黒にラッカースプレーで仕上げます。この後、刃の部分を銀色に塗るので、境の部分をマスキングテープで保護しています。そしてラッカースプレーを使って刃を銀色に仕上げていきます。ラッカースプレーはホームセンターで売っている数百円ぐらいの安いやつを使ってます。エアブラシを使って波紋を描いているところですね。塗料はミスターカラーというプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売っているやつですね。エアブラシは細めの口径のものを使ってます。残りの部位は筆でミスターカラーを塗りつけていきます。塗る時のコツですけど、筆に塗料を取った後、それをボロ布とかである程度こすり取ってしまって、かすれた状態で塗っていくと、ベースの黒が少し残っていい色合いになります。柄に紐を巻きます。使い糸を巻くとか言うんですけどね。3メートルぐらいの平紐を用意して、この中心をまずあてがいます。そして、内側に2回ひねります。今ひねってるところですね。1回ひねって2回ひねる。そしてもう反対側の紐も同じように内側に2回ひねります。1回ひねって2回ひねってって感じですね。そのひねった部分同士を重ね合わせる。そうするとこうひし形ができてきます。でひっくり返したらまた同じように内側に2回ひねる。反対側も内側に2回ひねる。この繰り返しをしていくことで使い糸は巻けます。少し早回しにしていくと分かると思うんですけど、これを繰り返していくことでこの内側にひし形のような文様が出てきましたけど、こんな感じで使い糸を巻いていきます。柄の中をグルーで埋めたのはこの作業をやりやすくするためです。端はハサミで切ってグルーガンで貼り付けて手軽に処理して完成させます。というわけで完成です。重量は 180g、全長 100cm となります。非常にね、軽くて取り回しもいいので、コスプレなんかで使ってもね、気軽に一日中使えるんじゃないかなと思います。刀本体ができたので、ここからは鞘を作っていこうと思います。まずは2つに分かれているパーツを瞬間接着剤で接着していきます。平たくなってしまっているのでガス通しで熱を加えて曲げているところです。そして反対側を接着していきます。さっきガストーチを使ってたんですけど、ライターとかでも全然 OK なので、お手持ちの道具でぜひねしてみてください。そしてここからは、細かいパーツ接着します。これ端っこのパーツですね。端に蓋する感じで。で、これは濃い口の方ですね。口の方です。刀入れる方ですね。これは繰り方と呼ばれるパーツですね。というわけで組み立て完了したので次は塗装となります。刀と同じ手順で塗装していきます。ちなみに刀にもいろいろと種類があるんですが、こちらは内刀って呼ばれる種類の刀になります。作業を結びます。この作業の結び方は複雑すぎて説明しきれないので割愛させていただきます。浪人結びっていう結び方なんですけど、YouTube とかにも解説してくれてる動画がたくさんあるので見てみてください。ちなみに今回作ってるこの刀ですけど、家に内刀の模造刀があるので、そこから形を出してそれを真似て作ってますのでね、サイズ感とかはバッチリ仕上がってるかなと思います。というわけで完成しました。一通り作るのにかかった制作時間は9時間、材料費は1500円となっております。全重量は 260g です。家にある模造刀を測ったら 1.1kg あったので、それに比べると本当に軽いかなと思います。サイトに型紙データやより詳しい作り方なども載せてますので、そちらも参考にしてください。URL は動画の説明欄に記載してます。今回の動画いかがだったでしょうか？もしもね、わからない点があれば気軽にコメントで書いてくださいね。当チャンネルではこのような武器とか防具とかいろんなものの作り方動画をアップしています。
他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。そしてよろしければチャンネル登録もお願いいたします。Twitter もやってますので、よければフォローお願いします。URL は動画の説明欄にあります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またねー。